長年倉庫に放置され、不動になった株の修理を依頼されました。形見の株だそうです。頑張って修理し、新しいオーナーのもとにお返しするまでを総集編にまとめました。ぜひ最後までご覧ください。最初にオイル汚れの多いところを叩き洗いします。使用している洗剤は万能洗剤の歌麿クリーナーです。ありとあらゆるものが恐ろしくきれいになります。洗車をしててエンジンがかからない原因の一つを発見しました。マフラーが詰まっています。泥鉢の仕業だと思います。マフラーを外して土を取り除き、ついでに錆も落としてきれいにします。最後のボルトが外れません。どうやら友前をしているようです。反対側のボルトに十字レンチをセットします。十字レンチが友前しないようブロックで支えます。ボルトを緩めることができました。ついでにカーボンも除去します。真鍮のカップブラシを使って錆を除去します。真鍮は柔らかいのでメッキもあまり傷つけることがありません。きれいに見えたマフラーも錆で大きな穴が2箇所開いていました。スパークを確認するためにレッグシールドを外します。レッグシールドは片側3箇所のボルトで止まっています。プラグは思ったほど悪くないように見えます。キックしてスパークするか確認します。スパークしていません。残念。電気系がめちゃくちゃ苦手なので原因はよくわかりませんが、電気系のイグニッション、プラグ、バッテリーを交換します。株のイグニッションはバッテリーの奥にあります。イグニッションを確認します。目視だと断線はなさそうです。イグニッションを固定しているナットは反対側にあります。固く固着したネジをインパクトレンチを使って回しました。これが錆びて固着していたネジです。イグニッションを止めているナットがこちらです。イグニッションの配線を外します。事前にプラグキャップは外してあるので、イグニッションコードを引っ張り出します。こちらが古いイグニッションです。古いイグニッションと新しいイグニッションをちょっと比較しています。コードがですね、もうカチカチで、こっち側がこうふにゃふにゃに柔らかいです。本来ならテスターを使ってイグニッションが作動しているか確認するところですが、電気系が苦手なのでさっさと新しいイグニッションに交換してスパークするか確認します。
バッテリーも新しいものと交換します。先端は綺麗に見えたプラグもセルはサビサビです。新しいプラグをプラグキャップの奥まで差し込みます。セルを回して点火を確認すると、イエーイ！スパークを確認しました。苦手な点火が確認できたので、新しいイグニッションコイルを取り付けていきます。針金を使って狭いところをイグニッションコードを通します。おお、通ってきましたバッテリーを収めて点火系の終了です。オイル漏れ対策を行います。ギアシフト、キック、ドライブスプロケットの3箇所のオイルシールを交換します。オイルシール交換の前に漏れたオイルを取り除きます。エンジンオイルを抜き取ります。抜き取ったオイルの一部が白濁しています。これは水が混ざった可能性があり、いい傾向ではありません。キックスピンドルのオイルシールから交換します。周辺のゴミを取り除きます。オイルシールの取る外しには千枚通しを使いました。オイルシールの取り外しは硬い場合が多いので、専用のピックアップツールを使うことをお勧めします。スピンドル周辺をきれいにします。右側が古いオイルシール、左側が新しいオイルシールになります。すでにシリコン系のグリースが中に塗られていますので、少し外側にもグリースを塗っておきます。新しいシールを取り付けます。プラグレンチを使って軽く打ち込んでいきます。キックスピンドルのオイルシールの交換が終了しました。次にギアシフトスピンドルのオイルシールを交換します。このオイルシールが硬くて一番手強かったです。
めっちゃくちゃ硬かったです。サンドペーパーでスピンドルの表面を滑らかにしておきました。最後にカウンターシャフトのオイルシールを交換します。こちらは簡単に外れました。新しいシールです。オイルシールの交換が終わったので、新しいオイルを入れます。ドレンボルトのワッシャーは必ず新しいものに交換します。新しいオイルを入れていきます。オイルの量は 0.6 リッターです。これでだいたい規定量入りました。オイル漏れ対策の終了です。キャブがですね、これ少し茶色くなっているのがわかると思います。これも確実にガソリンが漏れてた後だと思いますので、パッキンは交換しないとダメだと思います。キャブレターを取り外します。それでは今からキャブレターの方を分解していきます。こちらのキャブレター、火のあるうちにカブから外したんですけども、今もう外はですねすっかり真っ暗夜は寒いんですけども、今から作業を始めます。外せるものは全て外して洗浄していく感じです。ここが黒く汚れているのがわかると思います。こういったところですね。多分ここからガソリンが漏れていて、こちらに流れ出ていた模様です。フロートも若干は汚れてます。中はですね、思ったほど汚れてないです。綺麗な状態です。フロートバルブは消耗品なので交換します。こちらは相当汚れてますね。完全に詰まっています。これではアイドリングがうまくいかないと思いますね。
分解が終わりましたので、今灯油の中にどぶ漬けにしています。灯油だけでは汚れが落ちきらない成分があるらしいんです。こちらのクリーナーキャブを使って明日はこれをきれいに洗浄していこうと思います。今からキャブレターをどんどん磨いていきます。使うのはクレのクリーナーキャブです。ガソリン漏れがしていたところ一番汚れてます。アイドリングスクリューを外す場合は、一度締め込んだ回転数を覚えておきます。取り付けるときに締め込んだ状態から覚えておいた回転数だけ戻します。真っ黒です。詰まっていたパイロットジェットをきれいにします。詰まりは解消できましたが、ちょっと心配ですね。本来なら交換した方が良さそうです。分解掃除が終わったので組み立てていきます。こちらが古いオーリンクで、こちらが新しいオーリンクです。見ても厚みの違いが分かります。新しい方をつけていきます。これ以外のオーリンクも新しいものと交換します。これで開きます。今回このオーリンクを注文してなくって若干心配ですね。これはね、気休めにグリスを塗っておきます。キャブの分解掃除が終わりました。次は車体についたままになっているピストンバルブとジェットニードルをきれいにします。キャブレターのピストンを外します。押し込んでやるとワイヤーが出てきます。これですね。で、このワイヤーを溝に沿って通してやると、はい、これで外れました。
ピストンバルブからジェットニードルを取り外します。ジェットニードルの表面の汚れを取り除きます。あまり力を入れずに軽く拭き取るイメージです。ピストンバルブも表面の汚れを取り除きます。結構汚れています。徐々に汚れが取れてきています。汚れはかなり落ちたようなので組み立てます。磨き終えたピストンバルブをスロットルワイヤーに取り付けます。キャブレターをエンジンに取り付けます。スパークと燃料が揃ったのでエンジンはかかるはずです。やるじゃないか。チェーンのアジャストナットを緩めます。ブレーキロッドのボルトを外してブレーキロッドを取り除きます。割りピンを抜き取りボルトを外しトルクリンクロッドを取り除きます。アクスルシャフトを引き抜きます。フロントタイヤもめんどくさい割りピンを外します。割りピンが外れればあとは目の前にあるナットをすべて外していきましょう。アクスルシャフトは必ず友前するので友前を防ぐつっかい棒を用意しました。フロントホイールを外す前にジャッキをエンジンの下に当て車体を支えます。タイヤレバーを2本使ってタイヤを外します。片側のビードをめくり上げたらチューブを引っ張り出します。もう一方のビードもめくり上げてタイヤが外れます。
リムは想定より綺麗です。カップブラシでリムの錆を取り除きます。綺麗になりました。同じようにリムの表面もカップブラシで錆を取り除きました。新しいリムバンドを取り付けます。ビード用のワックスを持っていないのでシリコングリスで代用しました。体重とタイヤレバーを使ってリードを押し込みます。新しいチューブを取り付けます。チューブがタイヤに噛み込まれないよう少し空気を入れます。タイヤレバーを差し入れるときはチューブを噛まないよう慎重に差し入れます。ビードがチューブを噛んでいないか入念にチェックします。これを怠ると空気を入れた時にチューブが爆発します。空気も入って無事タイヤ交換が完了しました。古いチェーンを外します。ジョイントリンクのクリップをつまむだけで簡単に外せます。相当錆びてますね。赤くなってます。ジョイントリンクは交換した方がいいとは思いますが、表面が錆びているだけなので再利用します。錆を落としてかなり綺麗になりました。でこれにですね、モリブテン配合のチェーン用のグリスを吹きかけておきます。スプルゲットにグリスを塗っておきます。チェーンは新しいものに交換します。新しいチェーンと古いチェーンの長さが同じだったので、駒詰めの必要はありませんでした。ジョイントリンクを差し入れます。ジョイントリンクを止める最後の金具ですけども、これには取り付ける方向があります。オープン側とクローズ側があります。で、チェーンの進行方向に対して、クローズの方を前にします。チェーンアジャスターの位置が左右同じになるように、ナットを締めてチェーンを貼ります。アクスルシャフトを締め付けた後でもう一度チェーンの針を確認します。今回のたるみ量は20ミリ程度を目安にしました。ヘッドライトとテールランプが点灯しないのでバルブを交換します。ヘッドライトは上側がフックで止まっているので、下から持ち上げると外れます。こちらがフックですね。押し込んで反時計方向に回します。これでバルブが外れます。ヘッドライトが
点灯しなかった原因はバルブのようです。真っ黒くなっています。このくぼみにこの出っ張りを合わせます。ヘッドライトが点灯しました。テールライトのバルブを交換します。こちらも押し込んで反時計方向に回します。すると外れます。この先が切れてるように見えます。交換してみます。こちらが新しいバルブです。この突起の位置が違うのが分かりますでしょうか。間違った位置にバルブが取り付かないようになっています。ストップランプの点灯も確認できました。新しいオーナーさんに喜んでもらえるよう車体をきれいに仕上げます。カゴの歪みを取ります。カップブラシを使って錆を取ります。狭くて落とせなかった錆には錆チェンジャーを塗ります。メッキや金属部分はピカールできれいに磨き上げます。
いよいよ最後の作業です。レッグシールドの割れが広がらないように結束バンドを使って補強します。よし。え皿まではいかんけど大きなサビが落とした。いや、これは。ほら、ちょっと走ってみ。本当に見てください。ありがとう。いえいえ。半年間使用し経過報告においでいただきました。よう走るわ。あ、そうですか。これ良かったです。あ、もうなんか自転車でこけんとこあるけんよ。うん。ほんで車も通れへんけんな。はい。あぜ道の中やけん。うん。どうだええんよ。除草剤やっていくんで。これよかった。また直すようなとこないですか？いけますか？ちゃんと走るよけんな。あ、そうですか。チェーンもカタカタ言わんと。うんうん。チェーンもさらに変えたけんね。うでマフラーやってこれ、あ、ライトったんですよこれ。んうんうん。これアルミテープで貼っとるだけやけど、いけよんね。いけるいける。デストア後トラブルもなく走っているようで安心しました。はい、すいません。ありがとうございました。